今だから話せる成人前にしたちょっとやばいエピソード。うわ、ぶっちゃけ総額どれぐらいかって教えてもらえますか？ここまで来れたことを誰に感謝しますか？それをカメラ目線で普段言えない気持ちをさらけ出してほしいです。Tengo una pregunta a todos. ¿Alguna vez has oído la palabra Seijinshiki? Seijinshiki es una ceremonia que celebramos en enero. Es un evento en Japón para celebrar a los jóvenes que cumplen 20 años, que es la edad legal de adultez. Después de abril de 2022, la edad de adultez se redujo de 20 a 18 años. Los participantes suelen usar trajes tradicionales como el kurisode para las mujeres, hakama para los hombres. Yo también he participado en esta ceremonia cuando tenía mis 20 años, pero yo participé en ternos. ちょっと見せるの恥ずかしいな。Hoy quiero preguntarles a aquellos que se han unido al grupo de adultos. Soy Axel, soy peruano y me dedico a hacer entrevistas aquí en Japón. Si les gustan mis videos, no se olviden de suscribirse. Si tienen alguna curiosidad, déjenme sus comentarios. Bueno, te invito a ver este video hasta el final y descúbrelo. 成人となりましたが、率直な今の感想、成人となった感想を教えてほしいです。大人になった気分でちょっと嬉しいです。嬉しい。プラス1にレベルアップしてレベルアップ感じですね。もうなんか20歳になっちゃったかっていう、ちょっとなんか早いなっていう。ちょっとがっかりもあります。ありますあります。そうですね、20歳になってちょっとまだ実感が全く湧いてないって感じです。まだ全然子供で気分なんで。まだちょっと子供のまだ子供気分なんで、はい。でも実感が全然ないですね。なんか18歳で成人みたいな感じになっちゃってるじゃないですか今。今日成人式かみたいな。別に自分が大人になったって感じも別にしないし。あれ、日本ってお酒って20歳からなんで、あとまだ私もうちょっとあるんですけど。だからさっき話してた飲み会とかそういうのはまだ。まだダメですね。飲んでないそうです。オッケーオッケー。最近まで小学生とかだったのに、もう20歳になるんかっていうのがマジで早いなって思いますね。結構もう急激になんかこの日が来たみたいな。そうっすね。なんか特に何も考えずにポンポン進んでったらもう気づいたら就職してて、で成人まで来て、なんか早いなっていう感じですかね。そうですね。同じくやっぱ早いなって思いますね。ただこっからがね本当に多分長いと思うんで、すぐ頑張りたい。そうですね、実感ないんですけど、もう子供じゃないんで、大人びた行動を心がけようかなというふうに思っております。久しぶりにみんなに会ってなんか懐かしい気持ちになりました。ここどういうつながりなんですか？ここは中学校が中学校。はい。そうですね。あんまり実感ないですね。実感ないです。実感ないですね。なったんだみたいな。まずは親に感謝ですね。素晴らしいですけど。あちらに逃げちゃいました。親に感謝です。でもなんかやっと20歳になったかって感じで、すごいなんか新しい気分です。結構新鮮な感じ。新鮮な気持ちですね。いいです。結構被っちゃうんですけど、20年間やっと20歳かと思ったのと、あと親とかに感謝かなって気持ちが。はい、そうですね。やっぱりね、親に感謝ですよね。そのここまで、はい、もうこの気持ちが強いですわ。僕も親に感謝して責任感持ってこれから過ごしていこうかな。親に感謝してみんなに会えたのも嬉しいです。いいですね。なんか実感ないって感じ。やっぱ実感ないですか？結構すぐ過ぎた感じですか？マジ早いよね。なんか子供っぽい、まだ。それはまだ子供。でも結構キャピキャピされてましたもんね、さっき。もうなんか久々に会って、誰かがわからなさすぎてびっくり、驚き。結構あれですか、その久しぶりに会う友達とかも多い感じですか？めっちゃもうほんとほぼ一部の人とはよく遊ぶけど、もう大体が何年ぶりぐらい。久しぶりに会った友達もそうなんですけど、先生とかなんかそういう人たちに会えたのがやっぱ嬉しかった。なるほど。成人式で結構久しぶりに会うなんか友達が結構多い中、お二人は結構頻繁に現れる？そうですね。休み、春休み、夏休み、冬休みは大体会ってる。なるほど。なら結構仲のいい。そうです。今日なかなか普段着ないようなスーツでビシッと皆さん決まってると思うんですけど、大体何時頃から準備して、大体総額いくらぐらいかかったのかちょっと教えてほしいです。8時に集合したんですけど、僕は7時半ぐらいに起きてすぐ支度してってな
値段は青木の安売りのやつなんで、はい。4万円の 20% オフです。20%オフ。おお、いいですね、いいです。僕も4万ぐらいですね。僕も多分そんくらいだと4思う。万青木ね。はい。僕も青木の一番安いやつです。青木、結構青木は、青木信者本当に1個あるんでね。おお、そうです。確かに。僕はスーツだけなのでだいたい10万くらいです。そうですね、自分も大体同じですね。なんかお兄さん結構シャツがおしゃれで。オーダーメイドなんで。ああ、いいですね、いいですね。これが12万くらいです。おお、12万ぐらい。いいですね。総額はまあ10万ちょいぐらいですね。おお、いいですね。から上ちょっまで。と中見してもらって紫。ちょっと黒が多いと思うんで、ああ、ちょっと紫でちょっと派手にいこうかなって感じ。なんかジョーカーみたいな感じ。ジョーカーみたいな感じでかっこいいかっこいい。いいですね。はい7時15分に7時15分から起きて髪の毛セットしてから着付けに行きました。着付けてどっかなんか自分でされたりとか家族がされたりっていう感じですか？頼んです。美容院ああ、なるほどなるほど。 5時に起きて9時までかかりました。 9時まで。ああ、全部含めて10いかないぐらい。10いかないぐらい。おお、いいです。30万ぐらい。おお、30万。そうなんですよ。ああ、 40ぐらいじゃないですか。うわー、見たかった。うわ見せたかったここでね。振り袖はこういった成人式とか他どういった時に着られるんですかね？多分おそらくそうです卒業式と成人式くらいかな。あとは結婚式。結婚式もって感じですね。振り袖自体ははずっと前、2年前ぐらいからだいぶ前から。はい決めて、で髪型とかももう私は1年前からこれにしたいってずっと決めてて、で髪飾りとか爪とかもそれに合わせるように一番長くて2年前ですね。お、すごいですね。今日朝はだいたいどれぐらいから起きました？朝3時起きです。すごい。それじゃあ3時起きからどういったその流れか簡単でいいですか？3時に起きて、3時半に家を出て、でそんな早かったんだ名古屋駅の着付け会場で髪型とメイクと着付けをしてもらって、6時半ぐらいに終わって、多分7時半ぐらいに家着いてちょっとゆっくりしてから地元の成人式に向かってって感じです。私は朝5時起きで、着付けは母がやってくれたんで、お母さん着物できる感じなんで、ヘアセットだけなんかちょっと美容院の方行って、で7時に帰ってきて着付けやってメイクも自分でやって、で会場に行ったって感じです。あ、そうなんです。ざっとでいいです。どうですか？100万ほどそっか、2年前からいろいろ準備されてます。購入したんで。いやでも私正直お金あんまかかってなくって、これはお母さんの振り袖で、メイクも自分でやって、ヘアセットはなんか普通に地元のところで3300円とかだったんで、そうなんですね。そうです。であと前撮りがそういうのもそれでも15万とかなんで、多分私は全然彼女ほどは総額で言っても15とか20とかそれぐらいですね。いくかいかないかぐらい。そうだと思います。朝は5時半に起きて、で7時から着付けして、もう今ずっとこの状態です。あ、本当ですか。結構やっぱりその時間から起きて準備するの結構大変です。もう着付けさえなんかもう眠たいんで、もうなんかこれでながらでもって着付けないから頑張ってました。おお、なるほど。でも私レンタルなんでこれ全部。あ、そうなんですね。3から50ぐらいじゃないかな。それぐらい。あんまよくわかんないですけど。で、大体周りの人ってレンタルされる人が多いのか、それともなんか購入される人が多いのか。だからレンタルの子の方が多分多いと思うんですけど、お母さんが着てた時の振り袖を着る子とかは自分でもともと持ってるとかいますけど、基本レンタルの子の方が多いと思う。の方が多いって感じですね。自分は朝の4時です。うわー、4時から。4時からヘアメイクと着付けとメイク。同じです。4時から。結構ぶっちゃけ眠いですか？眠い。けど今はもう眠くない。朝は眠かった。もうなんか楽しみすぎて。わかんない。ざっとでいいです。自分たちママ袖？おそう母さんのママのやつだかやつだからら。でもちょっとアレンジしたりして、これなんかメルカリとかで1000円で買ったり。なるほどなるほど。いくらなんだろう。アレンジしましたママのやつだから。でも前撮りとか高かったよ。あ、それじゃあ前撮り大体どれぐらいとかわかります？自分全データだったんで20何万とか。それの20何万だった。それぐらいするんですね。私は会場の時間がちょうど10時とか9時45分ぐらいになんか集まってっていう感じだったんで、7時から9時までに美容院の予約をして、
それに合わせて起きたんで、だいたい5時ぐらいですかね、起きたのが。早いですはい。でも多分彼女の方が早いですね。私はその美容院の着物の着付けとかヘアセットとかが始まる時間が5時45分だったので4時半起きでした。どうですか、ぶっちゃけ今眠いですか？ちょっとハイになってる部分もあるので今大体の人そういう今はまだ大丈夫大丈夫ですか？はい、私この着物買ったんで、そうなんですね。はい、レンタルじゃないんで多分普通の人よりもかかると思うんですけど、もしかしたら70とかいってるかもしれないですね。レンタルだったら多分もうちょい控えめだと思います。結構周りの人ってレンタルか買う人ってどっちが多いですか？買う人は本当に少ないと思います。でも例えばお母さんとかおばあちゃんのお下がりとかを着たりとか、そういう人がすごい多いと思いますね。私も彼女と一緒で、買ったので、まず振り袖だけで多分40万ぐらいはしてて、さらにそこから写真館で撮影とか、もろもろかかって、で60万70万ぐらいいくのかな。それぐらいはいくんですね。私美容師で働いてるんですけど、なんでだから他のお客さんの支度とかをやらなきゃいけないんで、出勤なんですね。そう出勤なんですよ。3時半出勤でみんなやってから私やってもらったんで、私やってもらったのが8時ぐらい。結構ギリギリじゃないですか？めっちゃギリギリでもうダッシュですよ。本当ですか？もうダッシュです。私は6時半ぐらいにやってもらって、1時間か1時間半ぐらいで終わってもらって、祖母の家に行ってから学校に行きます。行ったって感じですね。私そこで働いてるんでタダなんです。無料いいでですね。そうなんです。私ちょっとわかんないんですけど、でも振り袖も全部揃えてもらったので、そうなんですね。なので運百運十だと思います。多分運白じゃなくて十だと思います。はい。全然そんな早くなくて、式が11時からだったので9時から1時間半でお支度が完了しました。でも実質1時間で終わったので500万はいってないかな。すみません、いくら500はいってないかなぐらい。でもそれぐらいってことですか？ちょっといい着物を買っていただいたので、多分今日一番の額だと思います。成人前にしたちょっとやばいエピソード。うわ、待ってちょっと教えてほしいんですけど。小学校の頃通学路に商店街行ったんですよ。商店街のライト全部ボタン押して全部つけてて、めっちゃ怒られました。そこでバレて近所から通報行って、それで怒られました。いや僕一応野球やってたんですけど、お父さんとやってて野球を打ってボール飛ばしてないですか、ひび入ったんですよ。なんかの窓に逃げましたね。これはやばいみたいな。ってことはもうその人知らない。そうですね、何で言われたか分かってないんですよ。今だから言えるんですけど。確かにこれは今だから言えるやつですね。それこそそういうなんか壊しちゃってとか、全然なんか学校の花瓶とか花壇とかよく俺ら学校のしてたりしましたし、それ遊んでてとかですか？そうですね。遊びふざけでもうそんなものなんていくら壊したかわかんないです。なるほど。僕はそうですね、中学校の頃にフルチンで鉄棒して、それでちょっと先生怒られたんで。なるほどなるほど。僕はアルバイトちょっとクビになっちゃいました。何してなんでだ？なんでつまみ食いがバレてしまって最悪やん。化け物だね。ちなみに何のアルバイト？居酒屋です。ちなみに何をつまみ食いしたんですか？まあいろいろですね。僕と同じバイトだったんですけど、いなくなっちゃったんです。バイト一緒だったんですけど、いなくなった。急にいなくなったってことですか？おお。店舗名はなくていい？ダメです。だピー入れるんで。オッケーされた。フライを。手羽先か？そうですね。高校の時にちょっと全然知り合いじゃなくて気になった男の子がいて、若干追っかけみたいになっちゃったことですかね。その追っかけのレベルってどれぐらいですか？ LINE は一応交換してほしいっていう風に言って交換してもらったんですけど、覗きにクラスをちょくちょく覗きに行ったりとか、その部活のやってるのを窓から見たりとか。でも可愛いですよね。インスタめっちゃどれだろうっていろんな探したりもしてました。でもどうですかお兄さん、これ聞いてそんな学生の恋愛って感じですよね。可愛いなんか今なかなかそこまで私ないけど、友達の話で、
でお店で飲んでて、でお店の味噌カツはいはいはい。の上にタレみたいなタルタルソース的なうわー、ちょっともうしばらく味噌が。やばいやばいですよ。もう友達の話。そう友達の話、私じゃないです。私じゃない。なんかあれば。じゃあお兄さんから。お母さんに見られたらキレられるんですけど酔っ払って駅のホームで爆睡してて、カバン開けたら財布なくなってました。で言えないので自分で新しい財布買ってマイナンバーカードとか保険証とか全部自分で申請してきました。ちなみに財布はどれぐらいのものですか？財布はコーチの財布で、でもお金は1500円ほどしか入ってなかったです。でもカードとかも全部取られちゃったんで、それは痛い。まあ再発行して今は一応違う財布になってます。それはよくあるかも。それはまあ20歳超えてもあるのかな。ああ、なるほどなるほど。これからもまだ続く。別にそれは成人超えても別にあるって感じですね。あるしちゃうまだ。まあでもまあお酒飲みすぎて、まあなんかいろんな人に話しかけちゃったりとかはあるんで、まあそれはちょっとしないように。難しいんですけど、まあ今だったら話せることなんですけど、なんか知多で18歳の時に友達とお酒飲んで、で楽しんでで気づいたら病院の前でパトカーに運ばれて、ちょっとマジで危なかったです。結構。何が起きたんですか？パトカーに運ばれるってこと？アルチュー。いやもう酔いすぎて多分暴れてて。記憶はないってことですね。そう、記憶のマジでないです。成人迎えて新たな目標や決意あればちょっと教えてほしいです。でもやっぱなんかもうちょっと自立した人になりたいなってずっと思ってたんで、生活面でもそうですし精神面でも全部自立して立派な社会人になれたらいいなと思ってます。いいですね。自分は今大学の近くで一人暮らししてるので、まあ洗濯食事などちゃんと規則正しくしたいと思います。僕は立派な歯医者さんになれるように頑張ります。歯医者さん。おお、いいですね、いいですね。まだ免許持ってないんで、美容師の免許、だから美容師の免許を取るってことで。私は4月から就職なので、それに向けてもう今はとにかく仕事頑張るぞっていう感じで。なるほどなるほど。まずは国試受かる。美容の国試。美容のなるほど。受かる。お姉さんはことだけ。じゃあ結婚する。もう20でもう結婚されたいですか？したい。おお、なるほど。そこなもしたい。いいです。今年はとりあえず彼女作ることですかね。おお、いいですね、いいですね。大事な目標です。大事な目標です。僕は顔を広げたいです。おお、知名度を上げたい。知名度を上げたい。貯金頑張ります。貯金頑張る。前の年はあまりでした。オッケー。自分は仕事面になるんですけど、まあやっぱここからどんどん後輩もできて教えていく立場になっていくと思うんで、まあ先輩みたいにかっこよく教えてあげれるような感じになっていけれたらなっていう思いますね。結構早めに就職された感じですか？そうですね。高校卒業してもうそこからそのまま就職っていう感じになって、年下が多くなってくると思うので、やっぱり同じくそうですね、後輩に頼られる先輩になっていきたい。夢があるんで。もう何ですか？僕プロ野球選手になりたいんですよ。結構ガチな夢で、今しか追えない夢なんで、夢中になって楽しみながら夢を追いたいと思います。僕はですね、野球、大学でやってるんで、4年間ちゃんとやり通そうっていう感じですね。僕はバスケずっと、死ぬまでやりたくて、正直そのために今いろいろ頑張ってるって感じですね。アルチューもやめて、もう真面目に大真面目に頑張ります。新たな目標、20歳になってもう就活とかちょっと見据えないといけない時期になってきたんで、今年はなんか TOEIC とか資格とかちゃんと取って就活頑張れるようにインターンとか行きたいなって思います。サークルがちょっといろいろ忙しくて、今年が最後なんでいろいろ頑張れるのが、それを全力でやることと同じく就活控えてるんで、TOEIC とか資格の勉強ちゃんとしたいなと思ってます。あと待ってください。彼氏欲しいです。一応こうテロップで彼氏募集中で出しておきます。オッケー、いいですね。それも大事ですよね。まだいたことなくて20年間いないんで彼氏が欲しいです。そうなんですか。ちなみに外国人は異性として見れますか？
見れます見れます。全然見れます。はいおー、いいですね。私は来年から社会人で美容師になるんで、まあその美容師としての仕事とプライベートちゃんとこう分けてどっちも大事にしていきたいなって思ってます。私はここ2年間ぐらいずっと夢とか目標がなくて、ちょっと悩んでた時期だったんですけど、今はクラシックバレエやってて、もうちょっとバレエ頑張ろうかなって思ってるので、来年実は大学休学するんですけど、はい、なのでたまたま20歳のタイミングになったんですけど、バレエもっと頑張って将来にもつながっていけたらいいなっていうふうに思います。その休学した理由ってそのバレエとも関係あるんですか？あります。大学通いながらバレエっていう風になると、そのバイトもしてるし一人暮らしもしてるので、バレエに割ける時間が、限界がすごいあって、それですごい迷ったんですけど、後悔したくないなと思って。素晴らしいです。最後に、ここまで来れたことを誰に感謝しますか？そしてそれを普段言えない感じで、その人に一言カメラ目線で。まずお父さんとお母さん、20年間育ててくれてありがとうございます。あとちょっと恥ずかしいな、推しでクール X のね浜中元次さんっていう推しがいるんですけど、その人のおかげですごいたくさん辛い時とかもたくさん支えてくれたんで、これからもよろしくお願いします。なるほど、なるべくその推しに届けられるように僕も頑張ります。一番感謝してるのは親です。学費とか、食事とか全部作ってもらってたので、親なしではここまで来れなかったと思います。いいです。親です。愛してます。いい、なかなか聞けないから愛してる。親です。いつも面倒見てくれてありがとうございます。そうですね、親ですね。いつも迷惑かけてばかりですけど、これからもよろしくお願いいたします。ここまで応援してくれた方々、友人、そして両親ですね。ここまで自分がね、このステージに、まで、応援してくれたことに、感謝しております。ありがとうございます。僕も友達と親に感謝ですね。あとサッカーやってたんですけど、コーチとか監督方に、とても感謝しております。ありがとうございました。まず僕は一人で育ててくれたお母さんに感謝してます、とお母さんの周りにいてくれたずっと支えてくれた人たちに感謝したいですね。ママがきつい時もみんなが支えてくれたり、自分も支えたりして一緒に支え合って生きてきたんで、そこで20歳になれたんで、一番周りの人とお母さんには感謝してます。両親に感謝してます。まだ学生なのでお金かかっちゃうんですけど、あと1年お願いしますお母さん、僕にとって一番感謝しているのはやっぱお母さんなんで、本当に僕はシングルマザーなんですけど、イギリスで生まれてこっち来て、そこからずっとお母さんが育ててくれたんで、ここまで育てきってくれたこと、成人式を今日迎えられたこともお母さんのおかげなんで、一番感謝してますね。一番感謝してるのは両親で、なんでかっていうと、小さい頃からすごくやんちゃな性格で、いろんな多分迷惑をかけたと思うんですけど、それでも育ててくれて、いつでも頼りになるような存在でいてくれたから、すごく感謝してます。自分も両親なんですけど、小学校の時から、好きな習い事をさせてくれたり、行きたい高校を行かせてくれたり、大学もすごいサポートしてくれて、今留学もお金出してくれて、ずっと自分のやりたいことができてきたんで、両親のおかげで両親にありがとうって言いたいです。センターで来てもらって、もうカメラ目線で。両親ですと、いつも夜遅く帰ってごめんなさいこれからは遊びを控えます。これからもよろしく親に向けてです。いつも振り回してごめんねすいません、ありがとうございます。自分がここまでやってこれたのは、中学校や高校の時の顧問の先生たちだと思ってます。その先生たちにいっぱい怒られたりとか助けてもらったおかげで、ここで強く社会人として働けてると思うんで、そこまでの経験を培ってくれた顧問と先生にありがとう言いたいです。やっぱりそうですね、ここまで育ててくれた両親とかにやっぱり感謝したいと思います。そうですね、これから社会人になってやっぱお金稼いで親孝行できるように頑張りたいと思います。こんにちは僕はおばあちゃんに感謝したいです。お母さんとかが仕事とかで忙しい中、おばあちゃんが一番面倒を見てくれて、育ての親っていうんですか、めちゃめちゃ感謝してて、おばあちゃんいなかったら今僕は本当に
いないまでは言わないですけど、もっと変なやつだったと思うんで、めちゃめちゃ感謝してます。恩返しできたらいいなと思ってます。僕はですね、親ですね、やっぱり。親迷惑かけたんで、ちゃんと恩返ししていこうかなと思ってます。じゃあ、アルチュやばい僕も両親ですね、ちょっといろいろそのさっきの話も含めていろいろそのことも話したんですけど、親にさっきの恥ずかしいこともそれも受け止めてくれて笑い話にしてくれたり、辛い時とかはそういうこと相談してもいつも乗っかってくれたり、とても感謝してます。はい、ありがとうございます。僕も、お父さんとお母さんに感謝したいです。でそこにもいるんですけど、ちょっと彼女にもありがとうと彼女いるので、せっかくなら花束ももらいましたし、いつもありがとうございますで、ケンは彼女って言わんと？僕も彼女います。普段言えないようないや、もう大好きですね。はい、まずお母さん産んでくれてありがとうございます。そしてお母さんとお父さん、これまで育ててくれて本当にありがとうございました。人生最高に楽しいです。ありがとうございます。まずお母さん、いつもありがとうございます。そしてお父さんもいつも優しい言葉とかかけてくれてありがとうございます。OK です。家族ですね。はい、20年間育ててくれてありがとうございます。これからも迷惑ばっかかけると思うんですけど、これからもよろしくお願いします。20年間育ててくれてありがとうございます。家族の支えがなかったらここまで来れてなかったし、就職とかもうまく決まって支えてくれて、これからも恩返ししていきたいなって思ってます。私はやっぱり今の自分がいるのはやっぱり家族のおかげでもあるし、やっぱりここまで一番身近にいてくれた友達とかもそうだと思うし、本当にそういう人たちの言葉とか自分に向けられた思いによって自分は自分らしく生きてこられたと思うから、そこにまずすごく感謝したいのと、もう感謝でいっぱいですこんにちは私はそうですね、母にやっぱり伝えたいなと思います。いつもはめちゃくちゃ正直仲悪いんですよ。言い合いもするし、どっちかといえば私が全然話さなくてすごい怒られるタイプだったんですけど、なんだかんだこの20年間私がどんだけ反発しても怒られても支えてきてくれたのは母だったので、母がいなかったらここまで、生きてこれたかもわからないぐらいなので、なかなか素直に感謝は言えませんけど、いつかもっと大人になって素直に言えるようになったらいいなと思います。いつもありがとうございます。